俺は子供用おもちゃを作る会社で開発の仕事をしている。今はおもちゃといっても様々な種類があり、飼育を目的にしたものや自然と親しむためのものがある。国の将来を担う子供たちを育てるものとして侮れない可能性を秘めた市場なのだ。と言っても、俺がこの会社に入社したのは、そんな立派な志があったからではない。純粋におもちゃに対する憧れが強かったからだ。俺は小さい頃からおもちゃで遊ぶことができなかった。とても貧しい家で育ったからだ。父は初めからいなかった。母はいたが、あまり働きに出られる状態ではなかったのだ。子供の俺から見ても、母は心を病んでいた。一日の大半を家の隅でぽーっとして過ごし、急に何かを思い出したように笑い出したり、泣きわめいたりしていたのだ。そんな母のもとで育った俺は、人よりもずっと早く大人になるしかなかった。母のそんな様子を見かねて、近所のおばさんで世話を焼いてくれる人もいるにはいたが、母が病的に引っ越しを繰り返すせいで、その助けすら長続きはしなかった。俺はいつもお腹を空かせて、近所の公園で水ばかりを飲んでいた。そして、楽しそうにおもちゃで遊ぶ子供たちを羨ましく思って見ていたのだ。そんな俺に転機が訪れたのは、母の突然の死だった。その時俺は6歳。近所の交番に助けを求めたのが始まりだった。俺は出生届すら出されていない子供だったのだ。だから6歳にして小学校には行っていなかったのだ。俺は養護施設に入れられ、やっとまっとうな生活が送れるようになった。養子縁組してくれる家庭にも恵まれ、学校にも通い始めた。それまで教育らしい教育を受けてこなかった俺は、ひらがなも読めなかった。そんな俺を救ってくれたのが、様々なおもちゃだった。ひらがなを書いた積み木で遊びながら、文字を覚えた。数字の足し算の概念も覚えた。そして、何よりも、綺麗な色で塗られたおもちゃを眺めるだけで、幸せな気持ちになれた。だから、俺には人よりもおもちゃに対する思い入れがあるのだ。それが就職試験の面接でも高く評価され、今の仕事に就くことができたのだ。横川くん、今はどんなおもちゃを考えているのかな？富田社長、お疲れ様です。社長は俺の生い立ちを知ってか、よく声をかけてくれる。そして、俺の試作のおもちゃを見ては、褒めてくれたり、改良点を教えてくれたりするのだ。ほう、これは面白いね。そうだ、今度のおもちゃショーへの出展ブースをかけたプレゼンを、横川くんにお願いしよう。え？おもちゃショーですか？君もそろそろ大きな仕事を任されてもいい頃だろう。なあ、清水課長。社長はそう言うと、少し離れたところで作業をしていた清水課長に声をかけた。そうですね。社長がそうおっしゃるなら。でも、彼一人では荷が重い部分もあるかと。では、清水くんがサポートに入ってくれ。では、横川くん、頑張ってくれ。はい。おもちゃショーはその年の人気アイテムがほぼ決まると言われる大切なイベントだ。まずはそこに出展できるということが第一関門なのだ。それを任されるなんて本当に大きなプレッシャーだった。清水課長、わからないことだらけなのでいろいろ教えてください。はい。でも仕事を任されたのは君だ。サポートはするけれど、死ぬ気でやってくれよ。清水課長は仲間内ではあまり好かれていない。なぜなら、自分の業績を数字としてあげるために、
大変な仕事は部下に回し、自分は安全性の仕事しかしないからだ。だから、今回のような賭けの部分も多い仕事はやりたがらないはずだ。俺は自分一人でやりきるつもりでやろうと必死に取り組んだ。一日中寝ている時でもおもちゃについて考え続けたくらいだった。マーケティング班に市場の動向を調べてもらい、おもちゃの試作をいくつも作って、社内でモニタリングを行ったり、性能の実証実験も行った。おもちゃショー出展をかけたプレゼンの前日には、何度も練習を繰り返し、資料を万全に整えた。これで準備は完璧。だよな。いけねえ。もうこんな時間。大きな仕事の前の緊張もあり、一睡もできないまま朝を迎えてしまったのだった。それでもアドレナリン全開なのか、眠くもなく頭も冴えていた。これなら完璧なプレゼンができる。俺はそう確信して家を早めに出た。少し頭への刺激のために一駅余計に歩いていくか。俺はいつも通る道を外れ、住宅街の中へと入っていった。だが、その決断が予想外の事態をもたらしたのだ。通り過ぎようとした路地から女の子のやめてくださいという声が聞こえてきたのだ。その切羽詰まった声は無視することのできない雰囲気だった。なあ、つむぎちゃんよ。俺のどこが気に入らないわけ？しのごの言わずに付き合えよ。いい思いさせてやるぜ。ちょっと、触らないで。あ、引っかきやがった。つむぎは随分と気の強い野良猫みたいだな。そんな女も、俺は手なずけてやるぜ。見るからにヤンキーとわかる金髪ピアスの男が制服の女子高生の腕を掴んで引っ張っていこうとしていた。女の子は明らかに嫌がっているのにずるずると引きずられていた。そういうの犯罪ですよ。手を離してください。俺は条件反射のように声をかけてしまっていた。はっきり言って俺は見るからにガリガリでとても頼れる男という風体ではない。それに対してヤンキー君は筋トレが趣味といえば納得してしまいそうな太い首をしていた。とても叶いそうにない。その相手が声をかけた俺を見て凄んでくる。ああ、関係ねえじじいが余計な顔突っ込んでくるな。俺はまだじじいではありませんが。ああ、うぜえんだよ。俺とやるってのか？俺は完全に逃げ腰だったのに、ヤンキーが俺に向かって拳を振り上げた拍子に、女の子が俺の後ろへと逃げ込んできたのだ。助けてください。今のうちに君は逃げて。一瞬ためらいを見せた女の子だったが、すぐにうなずくと走り去っていく。それを見て追いかけようとしたヤンキーの前に両手を広げて立ちふさがった。そうしたかったわけではない。ただ体が動いてしまっただけだった。クソじじい、どきやがれ。そんなヨレヨレスーツでカッコつけてんじゃねえぞ。当然ヤンキーの怒りの矛先は完全に俺に向けられた。逃げたかった。でもここですぐに逃げたら女の子が捕まってしまう。突き飛ばされた俺はヤンキーの少年の足に捕まった。行かせるか。その後怒りを爆発させた少年にはもちろん負けてしまった。今まで喧嘩なんてしたことのなかった俺はすぐにでも逃げ出したいと思った。でもここで負けたらこの恐怖を女の子に味合わせることになるのだと少年の足にしがみつき続けたのだった。気がつけば俺は一人道路に倒れていた。きっと意識を失ってしまったのだろう。目を覚ましたきっかけは
携帯の着信を伝える振動だった。はい。おい、横川。お前今どこにいる？大事なプレゼンの日に何やってるんだ？はっとして携帯の表示時間を見ると、とっくに集合時間は過ぎ、プレゼン開始時間が迫っていた。すいません。今すぐに。立ち上がろうと地面に手をついた。だが、その瞬間に視界が180度回転し、強烈な吐き気に襲われたのだった。電話からは清水課長の怒鳴り声が聞こえていた。でも、荒い息をつくのが精一杯で、立ち上がることはできなかった。課長、助けて。はぁ？何言ってんだ？助けてほしいのはこっちだ。プレゼンどうするんだよ。順番を後にしてもらうから死ぬ気で来い。終わりまでに来なかったら全責任をお前に取らせるからな。救いを求めた電話は雑言だけを残して切れたのだった。昨日まで頑張ってきたプレゼン。やりたいという気持ちが一番強いのは俺なのに、どうしてこんな風に地面に這いつくばって泣いていないといけないのか。悔しい気持ちでいっぱいだったが、うずくまっていることも苦しくて仕方がなかった。パパ、早く、ここ、私を助けてくれたお兄さんが。俺は視界の隅に茶色のローファーを見た瞬間、再び意識を手放したのだった。次に目を覚ましたとき、俺は病院のベッドの上だった。お兄さん、大丈夫？目を覚ました俺に声をかけてくれたのは、あの女子高生だった。俺は、きっと頭を強く打ったせいで脳震盪を起こしたんだろうってお医者さんが。女の子は自分のせいで怪我をさせてしまってごめんなさいと何度も頭を下げた。もちろん女の子は被害者であって悪いところなど全くない。そう伝えたが、女の子は自分の責任だと言い続け、お詫びに飲み物を買ってくると走って病室を飛び出していったのだった。そんなことしなくても。その女の子と入れ替わりに病室に入ってくる人物がいた。明らかに激怒した顔の清水課長だった。おい、横川、どういうつもりだ？大事なプレゼンの日に喧嘩だと？課長、プレゼンは？そんなもの失敗に決まってるだろう。おもちゃショーの出展は他社に持っていかれた。全部、お前のせいだ。そんな。病室なのに周りの目も気にせずに大声を出している。お前がショックを受ける権利なんてない。社長の期待よりも生きがって喧嘩することを選ぶような奴は会社にとってお荷物でしかない。俺は何とか怒鳴りまくる清水課長にただの喧嘩ではないことを説明した。女の子と男が揉めていたところを目撃したこと。女の子を逃がそうとしたこと。だが清水課長は一切俺の話など耳を貸さなかった。ふざけたこと言ってんじゃないぞ。女子高生を助けただ？それを正義だと勘違いしているのか？漫画飲みすぎじゃねえのか？いや、企業人なら価値を考えろ。女子高生を助ける価値と、プレゼン成功させて会社に利益を生むのと、どっちが大切なんだ？その発言を聞いた瞬間、俺の心にシャッターが降りた。この人とはもう会話をしたくない。物の価値をこの人はお金でしか測れないのだ。俺はもう何を言っても無駄だと思い、ただ申し訳ありませんでした。と頭を下げ続けた。清水課長が帰った後、医師に帰宅の許可ももらった。しばらく待ったが、
女子高生が戻ってくることはなかった。別に女子高生に非はないし、お礼をして欲しかったわけではない。でも、自分の今までの頑張りを犠牲にした結果が、今の解雇の可能性を追って、頭痛に苦しみながら、とぼとぼ歩く状況かと、悲しかった。翌日、俺は社長室に呼ばれた。きっと、責任を取って、何らかの処分があることだろう。最悪解雇だろう。社長室には、すでに清水課長もいた。昨日のおもちゃショーのプレゼンは失敗だったそうだね。申し訳ありません。私の教育が至りませんで。横川がプレゼンそっちのけで喧嘩をして会場に現れなかったのです。横川くん、それは事実かね。俺は弁明してもどうせ無駄なのだろうと思い、ただ頭を下げた。申し訳ありません。なぜ喧嘩を？それが女子高生を助けたなんて言ってるんですが、それも本当かどうか。その女子高生とはこの子かね。そういった社長の後ろのドアから現れたのは昨日助けた女の子だった。私の娘だ。つまり横川くん、君は娘の恩人だ。社長の娘さん？途端に態度を変えた清水課長。だが、女子高生の遠慮のない物言いが炸裂した。パパ、このおじさん、昨日女子高生を助ける価値と会社の利益とどっちが大切か考えろって言ってたよ。それって私がどんなに助けを求めようが助ける価値はないって言いたかったってことでしょ？その言葉に清水課長の顔は一瞬にして青ざめた。そしてあたふたしている課長に社長からの追撃が入った。私からも清水くんに聞きたいことがある。プレゼンはなぜ君がやらなかった？一緒にプレゼンのために働いていたのなら、たとえ横川くんがいなくても十分に説明できたのではないのかね。現場に商品はあったのだし、スライドもあったと聞いている。それは。その理由は明白だな。君が全くプレゼンの内容を把握していなかった。そうだろう。課長はぐうの音も出ず、処分を待っているようにと言い渡され、社長室を出て行った。そして、面食らって言葉も出ないでいる俺に、社長が言った。横川くん、君には折り入ってお願いがある。何でしょう。DNA 検査を受けてはくれないだろうか。はぁ？突拍子もない言葉に、俺は返事もできずに立ち尽くしていた。もしかしたら横川さんは私のお兄ちゃんかもしれないの。お兄ちゃんって、それって、俺が社長の息子ってことですか？その後の話は、最初は信じがたかったが、話を聞くうちに、今まで感じていた疑問が解けていくのだった。富田社長には、第一子となる息子がいたのだ。だが、その子供が1歳になる前に行方不明になったのだ。買い物中だった奥さんの押す乳母車から一瞬の隙をついて連れ去られたのだ。捜査はされたが、子供は見つからなかった。その子供と俺の年齢が一致していた。そして血液型だ。俺は RH 型がマイナス。社長もマイナスなのだ。病院でそのことを知った社長が俺の経歴を調べたのだという。そして俺が養子縁組をしていたこと。そして会社の面接で語った幼少時の話から、もしかしたら自分の子供なのではないかと疑ったということだった。母は当時心を病んでいたそうだ。突然泣きわめいて叫んでいた言葉は、なんで私の赤ちゃんはいなくなっちゃったの？そう言った後で
慌てて俺を抱きしめて、私の赤ちゃん、と自分に言い聞かせていた記憶があったのだとか。そして幾度となく繰り返された引っ越し。それは自分が子供をさらったという罪の意識から逃亡を繰り返していたのではないだろうか。そして何よりも自分には出生届がされていなかった。それは母が産んだ子供ではなかったから、それが一番しっくりくる理由なのではないかと思った。俺は DNA 検査に同意した。そして2週間後に出た結果は、俺と社長が親子であることが 99% 確実と出たのだった。その結果に富田社長は涙を流して喜んでくれた。そして初めて会った社長の奥さん、つまり俺の母は顔を見るなり声を上げて泣いて、力の限りに抱きしめてくれたのだった。やっと帰ってきてくれた。私の息子が、ずっとこの手に抱きしめたかった子が。それは、俺が初めて味わった母の温かさだった。それから俺は正式に富田社長の家族となった。姓も富田に変わった。でも、仕事は今も開発の仕事がしたいと言って、以前と同じポジションで働いている。ちなみに上司は清水課長ではない。課長は地方のおもちゃ工場の一工員に降格になったらしい。俺はいきなり社長の息子という立場になり、初めは戸惑った。でも、決めたのだ。俺は俺だ。何も変わらない。社長の息子でない以前の自分があってこそ、今の自分がいるのだ。昔を否定することはしない。そして今の立場におごることもしない。ただ自分がしたいことができる今に感謝して生きるだけだ。でも一つだけ、今の立場になって良かったと思うことがある。それは妹ができたことだ。妹という存在がこんなにも可愛いのかと日々実感して生活している。これ、新作のぬいぐるみ。かわいい。けど、私、もうぬいぐるみもらって喜ぶ年でもないのよね。そんなことを言う妹だけど、それもまた、かわいいと思ってしまう。俺は今まで一人で生きてきた。それが当たり前だった。でも、家族を手に入れて、心から安心できる温かさを知った。俺はこの家族を守るために力を尽くしていきたいと思っている。